皆さんこんにちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップを目指していきましょう。この動画は足上げのバリエーションシリーズ実践の3、膝下を多方向へ扱う技術とアップダウンを掛け合わせた練習動画になっています。足上げの中でも膝下だけを動かす技術はダンス初心者にとってとても難しい技術となっています。基礎ステップや振り付けの中に膝下の技術が入ってくると急にわからなくなってしまったりできないと感じる人が多いようです。理由はいくつか考えられますが、まず膝下をコントロールするためには股関節や骨盤を意識していかなければいけないということを知らないだけなのではないかなと常々考えてきました。股関節や骨盤を特化させてメニューを作ったのは私自身も初めての経験となりましたが、想像以上に見た目が地味なトレーニングになりました。でも実際に練習に取り組んでみると理想のニュアンスに届かなかったり、ボディコントロールに難しさを感じたり、レベルアップにはとてもいいなと思いましたので、ぜひ一緒にトライしていただければ嬉しいです。足上げのバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに全部で5本の実践練習動画を公開していきます。各実践編に対して体の使い方やコツを解説していく解説編もセットで公開していきますので、実践編プラス解説編で知識と技術をバランスよくレベルアップしていけるようなシリーズにしたいと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひ一緒にトライしていきましょう。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスを様々な角度から楽しめるコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンまでどうぞよろしくお願いいたします。いきなり大きくやると怪我の可能性があると思いますので、メニューに慣れてきてから徐々に大きさ、強さを追求していくのがおすすめです。それでは行きましょう。5、6、7、レッツゴー。それでは足上げのバリエーション実践編の3のメニューについて解説していきたいと思います。今回このシリーズで皆さんに足上げマスターしてほしいのは2種類になっています。実践編の1、2については膝をしっかりと伸ばして足を上げていこう。そして各方向に対してクロス側は使っていませんが上げられるようになろうというメニューをご提供しています。そしてこの実践編の3と次回の実践編の4では膝下を支点に考えて後ろに上げるバージョン、そして膝を近い状態で横ガニ股の方ですね、そして内股の方と上げるバージョン、
そしてさらに足上げ5方向という動画を前に出してるんですけど、それがですね、膝はだいたい90度にして骨盤の高さまで膝を上げようよと。今回はこれのガニ股バージョンと内股バージョンを使っていきます。ですので主に5ポジションですね。後ろ、そして膝が近いガニ股と内股、できるだけ膝を上げたガニ股と内股と、これが左右あるので足上げの種類としては10種類あることになります。さあここに上半身のリズムを足していきたいので、前半の1から5パートはダウンで、そして後半の6から10パートはアップでという10パートで構成されています。さあ概要が説明し終わったところでパート1からやっていきたいと思いますが、膝ができるだけ近く、膝をくっつけてというとこういうシルエットになってしまいますので、股関節もうまく使えませんから、拳1つ分ぐらいスタンス構えていただきまして、できるだけ近くでものを処理していく。膝ですよ。膝が近くで処理をしていく、そんな風に考えるといいと思います。完璧にくっつけなくていいです。これを右足だけで考えると4回上げていきます。1、2、3、4。足上げを表でアクセント取りたいので1、2というカウントになり、胸はダウンでこのタイミングとこのタイミングを合わせて1、2、3、4、そして体重を切り替えていただいて1、2、3、4、これをループしていきます。さあ同じ要領で進めていきます。パート2です。パート2では膝が近い、そして内股となります。私ちょっと内股硬い関係でたくさんは上がらないんですが、その分アクセントを頑張るようにしています。胸はダウンですね。せーの、1、2、3、4、切り替えて5、6、7、8。さあパート3です。足上げの膝を、ガニ股にしていくと。で私は骨盤開く方は、そこそこ得意な方なので、できれば骨盤の高さまで膝が上がり、かかとが上がるというところを目標にやっています。同じく44でやっていきます。7、8、1、2、3、4 and 1、2、3、4 and。さあパート4です。パート4ではこっちですね、膝をできるだけ上げて、そして内股にしていこうと。で先ほどもお伝えした通り、私は内股が非常に苦手なので、こっちの骨盤股関節を逃がしています。はい、できる方はねパラレルでやってほしいんですけれども、逃がさないと全然上がらないので、このようにシルエットを作るようにしています。で私のですよ、目標としては、膝は高く上げようよ、骨盤まで上げようよ、そしてこっちが硬いのであればももの中くらいまで上がるようにして、しっかりとアクセントを取っていこう。これを頑張っています。皆さんも今のように自分の目標を定めるとやりやすいと思います。ではやってみましょう。7、8、1、2、3、4 and 1、2、3、4 and。さあパート5です。意外とこれ難しいです。冷静に考えると、膝って実はこっちに動くわけでもないし、こっちに動くわけでもなくって、後ろにしか動かないんですよね。でこの後ろをうまく使いながらダウンとタイミングを、ここですね、このタイミングとこのタイミングを合わせていこうというメニューです。ではカウントでお見せします。4カウントで切り替えです。7、8、1、2、3、4、1、2、3、4。あまり使う足上げではないんですけれども、ボディコントロールとしてこういうね、場所でアクセントを取るっていうことを体に染み込ませておくだけで、足をさばいたりするところなんかで、有効になってくると思いますので、マスターしておいて損はないと思います。そして結構ねアクセントが抜けてしまうっていう人が多いので、まずはバックキック、このかかととお尻がくっつくようなアクセントを感じていただいたら、上半身と分離してアクセントを刻んでいけるようにするといいと思います。さあそれでは後半の方、パート6から10なんですけれども、胸のリズムだけがアップに変わっていきます。足の運びはほとんど一緒ですね。ではパート6です。膝はできるだけ近い、そしてガニ股の方でということです。やってみましょう。7、8 and 1、2、3、4 and 1、2、3、4 and。さあパート7です。膝は近い内股です。ではいきます。7、8、1、2、
3、4、1、2、3、4。さあ、パート8になっていきます。膝は高く上げよう。そしてガニ股です。カウントで7、8、1、2、3、4、and 1、2、3、4、and。さあ、次です。パート9になっていきます。膝が高い内股です。7、8、1、2、3、4、1、2、3、4、はい、私これがね非常に苦手なんですけれども、柔らかい方って本当に綺麗なシルエットを取るので、膝を痛めたり股関節痛めないように自分で、この周りの筋肉を鍛えながらいいシルエット皆さんは見つけていただければと思います。さあ、最後パート10になっていきます。バックキックのアクセントプラスアップですね。では横向きの方がいいと思います。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。ごめんなさい。皆さんは4で足を切り替えてください。さあ、以上で実践編のメニューの方は解説終わりになりますが、今回の足上げについては先ほどもちょっと触れたように、膝は後ろにしか曲がらないと。なのにこのガニ股だったり内股だったり横に曲がって見える理由は、股関節だったり骨盤の傾けを使っているからなんですね。ですのでステップとか足上げとか一口に言っても、この股関節だったり骨盤までコントロールしていかなければいけないと。この辺に難しいポイントが隠されているので、このツイスト込みの足上げつまずく人が多いんだと思います。この辺の解説については別動画にはなりますが、この実践編のメニューを解説している解説編がありますので、そちらの方お時間ある時に見てみてください。では今回のメニューの流れ、解説の方終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。足上げのバリエーション実践の3は難しかったでしょうか。股関節と骨盤の使い方が非常に難しいテクニックなのに加えて、アップダウンも掛け合わせています。これを両立するためには背骨の動かし方や、私はフレーバーと言っていますが、アップダウンの傾けを練習する必要があります。そういう意味では今回の練習をマスターできたらレベルが高いと言ってもいいと思います。それでは簡単に復習していきましょう。主に膝下を扱う技術を練習しました。上半身はアップダウンと掛け合わせました。膝下のみと膝下足上げでは感覚が違うので使い分けられるように、胸との両立は別にアップダウンのフレーバーをマスターしていく必要がある。別動画で解説しています。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに全部で5本の実践練習動画をお届けしていきます。また各実践練習動画には体の使い方やコツをご紹介する解説編もセットでアップしていきます。実践編プラス解説編で知識も技術もバランスよく成長させていってほしいな、そんなシリーズにしたいと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひ一緒にトライしていきましょう。ステップが上達する秘訣として足の運び8方向、足上げ5方向、足のクロス4方向、これらのシリーズも必ずお役に立てると思いますので、ぜひお時間がある時にご覧ください。あとクラブステップやチャールストンの応用の動画もアップしています。この基礎ステップで応用編作ってほしいなどとご要望がありましたらとても助かりますので、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンまで押していただけましたら本当に嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。唐突なんですが、皆様って自分が食べるのを上手だと思いますか？というのも最近お腹にガスが溜まるなっていう感覚があったので、少しね調べてみたんですよ。そしたらいくつか思い当たる節がありました。まずは食事。炭酸飲料は分かりますよね。豆類なんかもそれのガスが溜まりやすい原因になる食品だそうです。そして消化不良、空気の飲み込み、ストレスなんかがガスが溜まる原因になり得るみたいです。
ストレスは全く感じてないので原因にならないなと思いました。であとは消化不良か、これは年のせいなんじゃないかなとかもちょっと考えたりしましたが、一番これだと思ったのが空気の飲み込みなんです。子供の時からそうなんですが、こう空気をね飲み込みながら食事をしてしまう癖があるみたいで、一時治そうと試みたんですけれども全然治らなかったです。皆さんはこういった食べる時の癖みたいのあったりしますか？あと空気を飲み込まずに食事するコツみたいのを知ってる方がいらっしゃいましたら、ぜひシェアしていただけたらとても嬉しいです。ダンスと全く関係ないようで、練習の時などお腹が張ってるとかなりきついので話題に上げてみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。